皆さん、ハロー、マサトです。久美子です。私たちはここジャスパーという町に来ています。バンフから車でだいたい4時間ぐらい北に登っていたところにある町です。ここもカナディアンロッキーの観光ですごく有名な町なんですが、今回は2泊3日この町に滞在しようと思います。町の様子やレストランなんかも紹介していきますので、ぜひ最後まで見てください。それでは行きましょう。レッツゴー。はい、というわけで車を止めてジャスパーのダウンタウンにやってきたんですけど、ちょっとまずこれ見てください。ここメインのダウンタウンの通り、今日平日木曜日なんですけど全然人がいません。バンフと比べるとかなり落ち着いた雰囲気です。でこんな感じで、さっきジャスパーについて調べたんですけど、だいたい人口が4500人で1年間に来る観光客の数がだいたい250万人ぐらいかなので、来る人も住んでる人もだいたいバンフの半分っていう感じみたいです。確かにっていう感じでかなり、落ち着いているというか、ちょっと静かな雰囲気の、街です。さあ、じゃあとりあえずちょっともう昼実は過ぎてて結構お腹減ってるんで何か食べようかなってことでここに来ました。ジャスパーワッフラト、ちょっと読み方わかんないんですけど、多分ワッフル屋さんかな。それでは行ってみましょう。Hello. Excuse me. Can I shoot video for us? メニューはこんな感じ。ブレックファストとブランチで分かれてる感じ。So we're gonna kind of sharing. So one fried chicken waffle. Yeah, chicken waffle. Fried chicken? Yeah. And then Do you want some hash brown with that? this one come with hash brown already? No, Or that's no? add on. Oh, I don't need it. And then also could we please get the spicy chorizo omelette? This one come with a hash brown, right? Yeah. でちなみに今回ね、ジャスパー実は来たことないっていう。バンフにもう2年ぐらい住んでるんですけど、ジャスパーって聞くけどやっぱりなかなかね、バンフからだと300キロ以上離れてるんで、来る機会ないし、実は今日4月4日なんですね。久美子のなんと誕生日です。はい、おめでとう。何歳になったかはね、また聞いてくださいなんですけど、そういうのもあって、ちょうどいい機会なんでジャスパー行こうってことで2泊3日で来たっていう感じです。Just put on a middle, please. Wow, thank you. おお、すげえ。久美子が頼んだのがこれ何？フライドチキンワッフル。ワッフルの上にもうまんまフライドチキンと、あとこれね、ハッシュドポテト、ハッシュドブラウン。ハッシュドブラウンが乗った、ワンプレートのやつ。私たちが頼んだのはこんな感じ。これちなみにこれ何？オムレツなんかスパイシーチョリソーオムレットってやつ、結構野菜もちょっとついてた、こんな感じの。フライドチキン、メープルリーフかけた。メープルシロップね。メープルリーフじゃない、シロップ。食べるのが難しい。はい。普通。普通のフライドチキン。じゃあちょっとオムレツを食べてみます。中はこれ特に何も入ってない感じ？いや、スパイシーチョリソーが入ってるはず。ほんと近くでしょ。確かになんか練り込んであるような感じ。いただきます。確かにちょっと辛いかもしれない。ケチャップかけた方が美味しいね。ちょっと薄味。はい、というわけで、腹ごしらえをしたんですけど、味はどうやった？ぼちぼち。美味しかったかなって感じ。美味しい、カフェでした。でちなみにさっきの、ランチの料金がだいたい46ドルでした。日本円だと5000円2人で超えるので、日本
からするとかなり高いんですけど、カナダだとまあ普通の値段です。カナダで外食しようと思うとね、ランチでも、だいたい1人2000円から3000円はもう絶対かかっちゃうんで、料金はそんな感じです。はい、ということで、じゃあ今度はいよいよバンフのダウンタウンちょっとうろうろしていこうと思います。でもさっき冒頭でバンフに比べると落ち着いた感じっていうけど、全然人おらんくない？誰も人がいないに、これ例えば後ろ向いてみるとほら、もうむしろ全然人いないみたいな。なんでだろう、やっぱ夏なのかな。この辺は日本でもよく見るなんだろう、チェーン店エリア A&W、 これ日本に沖縄だけかな、こんな感じでケンタッキーもあったり、ピザハットなんかも並んでます。なんかこっちがダウンタウンっぽいね。割となんかお店が並んでる雰囲気で、なんか日本食っぽいところを見つけちゃいました。なんていうの、ワン寿司、ジャパニーズレストランって書いてあります。このは提灯とか日本人がやってるのかな。多分日本人もね何人か住んでると思いますけど、メニューがあります。寿司とか餃子とか食べれるみたいですね。ビーバーテイルズっていうのもあります。結構揚げパンで人気のバンフにもありますけど、しっかりジャスパーにもこのお店入ってます。はい、今間違える、バンフとジャスパー間違えるんですけど、ジャスパーの、ダウンタウン今ぐるっと回ってきたんですけど、どれぐらい歩いて30分かかってないんですよ。なので本当にちっちゃいです。バンフと違ってすごくダウンタウンちっちゃいんで、ジャスパーの場合は半日あれば多分十分じゃないかなっていう感じ。街ブラはね。はい。で、今回2泊3日するんですけど、ちょっとね時間が余っちゃったんで、これからこの後ろに見える、ビジターセンターちょっと立ち寄ってみようと思います。はい。お、すごい。これリンクスっていうなんか山猫、カナディアンロッキーに住んでる山猫だったり、あとウルヴァリンっていう生き物が見えるかな、これなんか、いやうまく見えてない、こうか、いたりで、みんな見たいって言ってるこのビーバーなんかも結構大きいです。ちょっと並んでみて、人と比べてもこんな感じ、割とそうビーバーのこの尻尾結構分厚い感じ、体の3分の1ぐらいテールになってます。すごい。なんかいろいろこう種類があって、キーホルダー、缶バッジとかもあるね。でここはパークスカナダのコーナーです。国立公園を管理している団体のロゴもこんな感じ。ビーバーだったり、T シャツだったり、いろいろこうグッズ、ワッペンとかピンバッジとか、珍しいやつだとこれ乗馬の馬通りますよっていう注意サインとか、あとこれ分かりますか、神社の鳥居みたいな、これピクニックテーブルがありますよっていうサインです。なんか見つけた？見せて。ジャスパーのポストカード？いいね。マウンテンゴートバージョンと、あとクマさんバージョンがあります。結構ねジャスパーグッズ多くて、これとかもタンブラーとかいろいろジャスパーバージョンの、あとこれマグカップ系も結構揃ってる。これとかわいいな。ショットグラス、結構なかなか可愛いデザイン揃ってます。
カナダを横断するカナディアンパシフィックレイルウェイズの車両が今出発していきます。お土産屋さん、ジャスパーギフト行ってみましょう。しゃべるよ。あ、かわいい。あ、これかわいい。これマグネット。どれぐらい大きさですか？板チョコぐらい。このちっちゃいの方がいいか。あ、見てこれ。カナディアンロッキースっていうのがある。これにしよっかな。あ、これバンフにもあるやつや。このデザインのやつ。でもやっぱジャスパーといえばムース。見たいね、ムース。なんか面白いんですけど。見て。これジャスパーって書いてあるけど、思いっきりバーミリオンレイクとランドル。がっつりバンフの隣もそうなんです。これはバンフのお店で見たことある。ここにバンフって書いてあるこのバージョン。でもムースはね。で、結局何買ったの？ジャスパーのステッカー。これ、ムースの絵が描いてジャスパーといえばムース。ある。よかったよ。で、今からどこ行くの？今からまたちょっとお土産巡り。スキーショップレンタル。ない。このカラーのやつが欲しいんですけど、この色がちょっと見てて可愛いなと思って。でも今コーヒーとかでこれ使っとるよ。そう、今ちょっと古くなってきたんで新しいのが欲しくて。これいい。これずっとこの種類のやつ他ので使っとるんだね。24 ounce with the straw. That's great. Yeah. That's new. This is new. Yeah, I've never seen that. And the big one, this is new, and this is Oh, awesome. Thank you. new. You're welcome. いや、ちなみにこのアウトドアショップたまたま入ったんですけど、なんかめちゃくちゃ商品が充実してます。こうカナダのアウトドアショップ来ると日本で売ってないブランドとかも結構置いてあるんで、こうただ入って見ていくだけでも結構面白いと思います。ちなみにここムースがいたり、あと奥の方にはバイソンかなの剥製みたいなのもあったりします。一通り買い物が終わってまたジャスパーじゃなくてバンフって言ってしまうんだけど一通り買い物が終わって、ジャスパーのダウンタウンもぐるってしたんで、今ホテルに戻ってるんですけど、せっかくなんでジャスパーの人たちが住んでる住宅街を通っています。海外の家ちょっと気になると思うんで、いろいろこんな感じ、結構可愛らしい、家が続いていて、反対側にもこんな感じで、この辺は地元の人が本当住んでるような住宅街を歩いて今日の泊まるホテルに行ってみましょう。今回泊まるホテルがこちら、フォレストパークホテルです。バンフの老舗の旅行会社がやっているホテルで、私たちが泊まるのは隣に併設してある新しい島、ジャスパーで一番新しいところに2泊3日で滞在します。ロビーに入っていくと、ロビーの様子はこんな感じ。結構中は綺麗で広々してます。で、ここがフロントです。で、反対側を見ると、なんとかなり大きめのグリズリーがお出迎えしてくれます。で、後ろの方を見るとちょっと種類はわからないんですが、オスの大きな鹿の剥製も出迎えてくれます。そしてホテルの中の方へと進んでいくと、ウェルカムドリンク、簡単なのがあるんですけど、
この日は昼だったので、水しかないんですが、朝だと、無料のホットコーヒーなんかもついてます。でこの左はレストラン会場で、夜のディナーですとか、あとは朝のモーニングの会場になったりします。でここにも、野生動物の剥製があって、これ狼です。かなり大きいんですけど、こういう狼の剥製があります。で上の方には先ほども紹介したウルヴァリンの剥製がありますが、これ人と比べてみるとこんな感じ。こんなのがカナディアンロッキーにいるって考えるとちょっと怖いですよね。奥に進んでいくと、このホテルにはプールもついているので、もういきなりこういうところにダイレクトで行くこともできます。今回の部屋がこんな感じ。結構いい感じに広くないですか。でこれ本当普通のキングサイズのワンベッドルームを予約したんですけど、十分すぎる広さです。でこんな感じでコーヒーマシーンとかもあったり、あとはちゃんと冷蔵庫もあります。中には特にどうやって開けるんだこうか入ってないので、広々使えます。で荷物が多い時とか冬とかはここにコートとか上着をかけたりもできますし、であとこちらお手洗いですね。入ってみて、シャワーブースです。特にバスタブとかはついてないタイプです。でしっかりこれドライヤーです。アメニティはドライヤーと、あとは何でしょう、ハンドソープ系もついてます。でシャワールームにはこうか一通りボディーソープ、シャンプー、あとコンディショナーがついてます。でしっかりタオルとかも、こんな感じでバスタオルで足拭きマット、足拭きタオルも置いてあるので、これかなり綺麗なんじゃないでしょうか。おすすめです。ちなみに部屋からの景色はこんな感じ。よくある感じですね。駐車場ビューです。奥の方に左上にあるこの丘のところにも動物とか出るみたいなので、たまに見てみるといいかもしれません。はい、というわけで今日の初日のディナーはジャスパーブリューイングカンパニーというところに来ました。こんなマークのところです。でこのお店系列店がバンフに実はあって、バンフアベニューブリューイングカンパニーっていうのがあったんで、実はずっと行きたかったお店です。ようやく来たっていう感じですけど、ちなみに店内ちょっとあんまり後ろ映ってないんですけど、めちゃくちゃ混んでます。街中ね、街中誰もいないのにこの店内めちゃくちゃ混んでるんで、あんまり遅い時間には来ない方がいいと思います。早めに来た方がいいと思います。Thank you. 来ました、ビールたちです。じゃあ乾杯する？ちなみにカナダのブリュワリーにはこんな感じでフライトとかサンプラーっていうメニューの名前で、ビールをちっちゃいやつ、普通はこういうサイズパイントっていうサイズなんですけど、こういうちっちゃいサイズの飲み比べセットも頼むことができます。で、こんな感じで持ってきてくれるサーバーさんがビールの名前を書いてくれてるんで、まずはこれで試してみて、その後好きなビールに挑戦していくっていうのも面白い飲み方です。結構こんなフルーツっぽい、見えるかな、これフルーツっぽい感じのお酒も結構あるんで、ビールが苦手な人でも飲みやすい。これ好きかも。美味しい。これなんだ、フルーティーな、なんて言えばいいの、これ例えが悪いけどめちゃくちゃみかんジュースみたいな。5番がこれか、これ IPA じゃん。私たち2人は IPA が好きで、IPA って結構どんなテイスト？ちょっと苦めなテイストで、割と香りも強い感じの、アルコールもちょっと強いビールだね。でそれを大体飲んでちょっと味変したいなって時にいつもサワー系のビールを飲むんですけど、シーズナルのサワーがここはベリーレモンサワーで、シーズナルっていうのは季節によってこのブリュワリーがおすすめのビールをその期間限定で出してくるみたいな。だから結構通ってても飽きないって感じかな。ちょっと後でそれを飲んでみようと思います。
ということでご飯が届きました。ハーベストサラダとポークリブです。バンフ店にはないものを頼んでみようと思ってちょっといつもと違う感じになってるんですけど、どんな味？なんやろ、結構チーズィーな味かも。でもかぼちゃとかかぼちゃの種とかも入っとって、なんかいっぱいいろんな栄養素が取れる系サラダ。どうぞ。どんな？甘みがあってめっちゃ美味しい、柔らかい。なんかザ・スタンダードな味っていう感じの。要はどういうこと？美味しいってこと？ああ、オッケー。じゃあポークリブ行ってみます。どう？めっちゃうまくない？好きやもんね。なんか甘い感じのソースがついたこれポークだから豚のリブ。これね結構なんかいろんなところにあって食べたやつ美味しいんで、だいたいなんかフルサイズとハーフサイズがあるんで、まあハーフサイズぐらい頼めばちょうどいいかなと思います。美味しいです。で実はこのバンフブリューイングとかジャスパーブリューイングおすすめはこういう T シャツとかのグッズです。結構可愛いデザインがいっぱいあって、面白いのがこのアルビアータって書いてあるアルバータとビールをかけたデザインのロゴなんかは結構面白いです。こういうところに来た時にはこういうのを買ってってもいいと思います。今午後の8時ぐらいなんですけど、かなり外明るいんですよ。これがカナダの特徴です。夏になるともう10時ぐらいまで明るいです。ちなみに今ホテルに帰りながら、ちょっと時間があるんでリカーショップ、お酒屋さんを探してうろうろしてるところです。普通にエルコールも面白いよね。普通にバンフにもいるけどこれメスです。ちなみにこれ危ないんよね。近づかないようにしましょう。だいたい30メートルぐらいなんか距離取ってねって言われてます。こんなのが普通にいるのもカナディアンロッキー面白いです。はい、ということでリカーショップにやってきました。カナダだとスーパーにお酒売ってないんで、こういうお酒屋さんに来ないとお酒買えないんですけど、何買うの？これジャック・ダニエルの美味しそう。これ買う。久美子何買うの？ちなみに札幌と朝日もあります。こっちにしようかな。あとはこのシリーズ、これ結構おすすめ。ちょっと読み方わかんないけど、なんかホワイトクラウン、なんかね、砂糖があんまり入ってないから結構いいです。ラズベリー OK。 カナダはカナディアンウイスキーが有名で、この上の方は地元で作ったようなやつが並んでて、一番有名なのはこれクラウンロイヤルっていうやつです。カナディアンウイスキー割とすっきりした味わいなんですけど、お土産とかにもいいんじゃないでしょうか。そしたら今ディナーを終えてホテルに戻ってます。実はこれ映ってないんですけど、周りにめちゃくちゃエルクがいるんですよ。怖いよね馬ぐらいのやつがいっぱいいるんですけど、今日はこんな感じでとりあえずゆっくりホテルに戻って休もうと思います。それではまた明日。バイバイ。おはようございます。おはようございます。ジャスパー観光2日目です。今日はちょっと曇ってるんですけど、ジャスパーの周りを車で行ける範囲でぐるぐる回っていこうと思います。まずはマリンレイクっていうところを目指していきましょう。レッツゴー。わお、エルクがいっぱい。祭りです。エルク祭り。わあ、こっちにもいっぱいおるやん。はい、マリンレイクに到着したんですけど、めちゃくちゃ雪が降ってます。すごいね。ジャスパーの街から1時間ぐらい車走らせて到着しました。ではこれから湖面に向かって歩いていきましょう。それこれがマリンレイクの前景ですね。
今この辺にいるんですけど、湖としてはかなり大きい湖です。なんか夏はクルーズ船、湖の、この中を走るクルーズ船なんかもやってるそうです。まさかの4月なのに大雪。滑らんようにね、なるべく雪が積もってるとこを歩く感じがいいと思いますが、おう、真っ白。もうバンフ周辺の湖はちょっと溶けかかってるんですけど、ジャスパーはまだまだ凍ってる感じ。お、多分これかな、この建物がボート乗り場、左側にあるやつ。なんか久美子の知ってる人がムースレイクっていうところ、この下から2番目のここに行くと結構ムースが見れるよってことだったんですけど、ちょっと今日はねこれさすがに行くとちょっと危ないんで、また夏ね機会があれば行ってみましょう。せっかく来たんで今湖の周りちょっと歩いてみようかなってことで歩いてるんですけど、ジャスパーの町からここまで来るまで1時間の道のり、その間結構綺麗な湖も何か所かあって、動物もいたね、鹿かいたりしたんで、車で来る時結構タイミングが合えば動物出そうな雰囲気あったよね。なので来る時は、運転は注意しなきゃいけないですけど、動物探しも楽しみながら、ここまで来ることができるんじゃないでしょうか。おお危ねえ、すげえ滑る。死んじゃう。後ろに見えるのがマリーンレイクなんですけど、ちょっと一通り歩いてみたんですけど、今日あんま景色が変わらなさそうなんで、来るなら夏ってなんかこんな景色です。ちょっと今から画像切り替えておきますけど、こんな感じの景色が楽しめるはずなんで、来るならやっぱ晴れた日がいいと思いますが、こういう雪景色の中歩くのも、気持ちいいっちゃ気持ちいい、良かったです。誰もおらんしね。はい。でちょっとね誰もいなくて寒くてちょっと怖いんで、次の場所に行こうと思います。マリンレイクを出発してマリンキャニオンってとこにやってきました。ここなんか渓谷が見れるみたいなんで、これから歩いていきます。ちなみに昨日ホテル寝れた？寝れた。どうやっ結構ベッドがキングサイズた？やって大きかったからのびのびと寝れました。硬さは？硬さはちょうどよかったけど、枕がちょっと柔らかすぎたかな。ホテル朝ごはんとかどうやった？朝ごはんはなんかアルバータ住民特典でフリーブレックファーストだったので、確かなんか3つの中から選べて、普通のイングリッシュブレックファーストみたいな感じの卵とソーセージとパンとハッシュドポテトのブレックファーストとコーヒー付きを食べました。おう、到着したよ。おお、これ下が高っ。これ伝わるかな。これめちゃくちゃ高い。何メートルぐらいある？30メートルぐらいあるんじゃない？でこれ反対側もね同じように、多分昔ここがこう川があってどんどん削っていった感じで、ちょっと怖いぐらい高いですね。これも物落としたら終わりやね。降りれるんかな。じゃあもうちょっと進んでみましょう。今1個目の橋通って次のポイントまで1キロぐらい歩いてるんですけど、結構下ってくるんで、これ帰り気をつけないと上り坂多分めちゃくちゃきついと思います。2つ目の橋かな、ここ。サードブリッジって書いてある。おお、すげえ。だいぶ近くなってきたね。って言ってもまだ10メートル以上あるから結構怖いけど、こんな感じで、さっきこのキャニオンの生い立ち出来方書いてあったけど、氷とか水がやっぱ削ってこういう渓谷を作るみたいです。渓谷を歩いているとこういう道端にこんなちっちゃい木みたいなのを見つけるんですけど、これ分かりますか？これベリー類がなってるんです。実がこれジェニパーベリーって言ってジンの香り付けとかに使ってある植物です。
取っていいですよとは言えないんですけど、これこんな感じ。取っていいですよって言えないんですけど、落ちてるやつとか匂い嗅いでみてください。ジンのお酒のいい香りがします。おお、すごい凍った滝があります。ちょっと溶け始めてますね。やっぱりこんな感じ。おお、すごいすごいね。この真ん中のやつはかなり大きい。下がちょっとこれまた怖いぐらいありますけど、こういう滝もね、こんな感じで。今どんどん先の5個目の橋みたいなところに向かってるんですけど、だいぶ川が近くなってきました。ただ今日ちょっと下が凍っててめちゃくちゃ滑りやすいんで結構怖いですね。こういう滑りやすいところを歩くときは絶対に手すり持てるように手を上げておきましょう。はい、じゃあ30分ぐらい歩いて、だいぶもう川の高さほぼ同じぐらいのところまで来ています。これ下の方見ると足跡があるんで、多分冬は歩けるんですけど、もうちょっとさすがに4月は厳しそうです。はい、というわけで今だいたいもうお昼ぐらいになったんで、これからジャスパーの街に戻って街の散策とあとランチにしていきましょう。さあ、ということでジャスパーの街に戻ってきましたけど、ランチで来たのはなんていうの、レイブンビストロってところで、もともとね行こうと思ってたカフェがちょっとランチ時間遅すぎて閉まっちゃってたんですけど、そこのサーバーさんがねおすすめしてくれたかなり雰囲気がいいっていうことで人気のご飯も美味しくてね。そうで、さっき Google のレビューで見たら 4.7 星、かなり高いんで、ちょっと料理期待しようかなと思ってます。店の雰囲気もいいしね。いいね、落ち着いてますね。 We got on the side as well. And for yourself, the glorious salmon salad. 何が入ってロッサリーフランコ、カリフラワー、ケール、マリネード、ビーツかな、これイチジクなのかな、なんて言ったか忘れた。エルクの肉をこうほぐしたやつとかが入ってる、なんか割と人気、割とねメニューでも目立つところにあったスパゲティです。なんかこの肉全然臭いとかは別にないね。そうなんじゃ、いいじゃん。なんか味が染みてて全然美味しい。さて無事にランチを食べて、今ジャスパーステーションかな、合ってる、ジャスパーの駅にやってきました。実はここ、カナダを横断している鉄道の VIA 鉄道っていう寝台列車と、あとバンクーバー、夏だけバンクーバー出発してジャスパーに来るロッキーマウンテニア号っていうめちゃくちゃ豪華な列車が、止まる駅です。せっかく来たんでちょっと中も覗いてみようと思います。さあ、それでは入ってみましょう。レッツゴー。おー、すごいね。なんかこんな感じでおしゃれやし広々とね。あとめちゃくちゃあったかいね。入って右側の奥になんかいろんなレンタカーとか、あとは VIA 鉄道の受付があって、ロッキーマウンテニア号はこの奥に専用のなんか部屋みたいなのがあります。さすがロッキーマウンテニアって感じでしょうか。すごいね、天井も来た時はこんな感じでなんか何でしょう、ツアーを待ったりとか移動を待ったりっていうのもできるんじゃないでしょうか。でせっかく来たんでちょっとホームに行けそうなんで行っちゃいましょう。こんな大きなグリズリーもちょっと横並んでみる。お出迎えしてくれます。こんなの来たらもう絶対勝てんよね。ねでちょっと外出てみましょう。ここがプラットフォームです。ずらーっと並んでいて、これ左の奥の方がトロントとかある東海岸なんですけど、果てしなく列車が続いています。で右側に行くとバンクーバーからなんですけど、これ線路って車線っていうんだっけ、結構いっぱい線路本数があって、夜もね意外とずっと通ってましたね、列車が。なんかバンフと違って鉄道の街っていう印象はちょっとあるかな。以上ジャスパーの駅でした。
で駅を出て再びダウンタウンうろうろしてるんですけど、駅の目の前にあるこのホテル、これよね、これウィスラーホテルっていう、なぜかジャスパーにあるウィスラーっていう地名のホテルです。ここめちゃくちゃ立地いいんで、今回私たち違うとこ泊まってますけど、歩いて回るには一番いいホテルだと思います。はい、じゃあちょっとブラブラして時間がちょっと小腹空いてきたんで、このカフェに行ってみようと思います。さあ到着しました。久しぶりにアイスラテ。本当ね。頼んだのはこんな感じの、これなんていうの？アイスラテ。じゃあ入れ物。メイソンジャー。メイソンジャーに入ったアイスカフェラテと普通のアイスアメリカンを頼みました。なんかどんな2日間ジャスパー来てみて。バンフより結構落ち着いた、かなり落ち着いたこじんまりとした街で、なんか旅行にもし日本から来るんだったらバンフに行ったをおすすめしたいかなと個人的には思うけど、なんか日頃バンフに住んでるうちらからしたら結構バンフはこじんまりとしとるけど落ち着く、ゆっくりできる場所。ただ近場の大都市の例えばエドモントンとかカルガリーまではめちゃくちゃ遠いんで、まあ来るんなら結構覚悟が必要な車がないと結構ね、本当に田舎が好きでっていう人はいいかもしれんけど、なんかまあ田舎がいいかなぐらいだとちょっと心折れるかもしれんまあというわけでちょっとここのカフェでゆっくりして、でもう一回街ブラブラしてディナーに行くっていう感じでしょうか。ジャスパーに来たら行ってほしいのがここワイルドマウンテンです。ジャスパー限定のノースフェイスのグッズが売ってあります。このお店ジャスパーのこんなのもあります。これバンフにもあるんですけど買えないので、見つけたら買ってもいいんじゃないですかね。じゃあいよいよ2日目の夜っていうことで、ジャスパー最後のディナーになります。行くのはここ、なんていうのこれ、ハーベストフード&ドリンク。はい、ということでこれなんか行きたかったんやろ。なんか Google 見てまあいいかなと思って雰囲気。 OK、 じゃあ行ってみましょう。最後の食事です。最後じゃない、最後のディナーです。行ってみましょう。じゃあビールが来たんですけど、僕が頼んだのはこのなんだちょっとよくわかんないですけど、なんか地元の、ヘイジ IPA、 ちょっと濁った感じの、こんな感じ、濁った感じの苦めのビールです。私はヘイジペールエール。これはカルガリーかな。カルガリーですね。ちょっと濁りがマサトのとは薄いかな。乾杯。はい。うまっ。カナダは結構ビールの種類が多いんで、まあいろいろ試すのも面白いですね。私たちももともとお酒が好きで、カナダに来て、カナダにできた友達がすごいビールに詳しい子がいて、その子にいろいろ教えてもらったよね。実はもともとバンクーバーにちょっと住んでたんですけど、バンクーバーって北米最大のなんかブルワリーの場所、ビール作る工場がいっぱいある場所らしくて、その時になんか知ったみたいな。それから2人とも IPA にハマってる。でたまたまねこのレストラン入ったけど、店内かなりなんかゆったりしてて落ち着いてて、なんかバンクにはちょっとない感じ。ないね、ガヤついててっていうのもないし、だからといってなんか高すぎて静かにしないといけないなっていう感じでもなくて、まあ店員さんも割と話してくれるんで意外といいかもしれないですね。でこれから何言ったの？マッソン、何それ？ムール貝。ムール貝のなんか何したやつ？だから見てない。ムール貝を使った料理と、あとは、ショートリブ、牛肉の料理を頼みました。でちょっとこれから飲みながらゆっくり食べていきます。というわけで来ましたけど、これ結構大きいよ。これアペタイザーや。これぐらい。アペタイザーってなんだ、前菜みたいな感じです。
どんな？美味しい。なんか味もちょうどいい、濃くないし、あっさりもしすぎてなくて美味しい。アサリと何が違うの？それは分からん。じゃあメインのなんだっけこれ、ショートリブ。ショートリブが来まアルした。バータビーフショートリうまそう。こんな感じ？こんな感じ。見えるか？見えるか？こんな感じ。じゃあこれを食べていきましょう。実はさっきからサーバーさんがご飯大丈夫とか、こっちって結構お客さんにこう味の確認とかするんですけど、この YouTube 撮ってるのをすごい気にしてすごい静かに喋ってくれるんで、めちゃくちゃ気使わしてるなみたいな。ということでちょっと今日はあんまりここは長回しせずに、まあちゃっと食べて、むしろご飯を楽しもうかなと思います。いやー食べたね2つしか頼んでないんですけど、お昼とのね間隔が短かったから。そう3時ぐらいにランチ食べて、5時ぐらいにもうディナー食べてるんで、そう全然食べれなくてもうね腹パンパンよね。ということで、まあちょっと今日はこれからもう、ホテル帰って、ゆっくりしようと思います。じゃあおやすみなさい。さあいよいよジャスパーの滞在も最終日なんですけど、ジャスパーのダウンタウンはもう一通り回っちゃったんで、今日はバンフに帰りながら、景色がいいところとかあったら寄りながら帰っていこうと思います。じゃあ最終日です。はい、私たちはジャスパーから車を1時間ぐらい走らせて、隣の州ブリティッシュコロンビア州のマウントロブソン州立公園というところに来てます。マウントロブソン、これ後ろに矢印があるんですけど、カナディアンロッキーで一番高い山がここからドン見えないっていう、曇ってます。ちなみに画像を載せておきますけど、夏はこんな感じです。ここからカナディアンロッキーで一番高い山3954メートルあるそうですけど、そんな山見ることができるんですが、今日はちょっと残念ながら曇っちゃってます。確か天気良かったのね。でこの後ろにビジターセンターあるんですけど、ここも今4月です。結構暖かいんですけど閉まっちゃってます。ということでもうさっさと次のとこ行っちゃいましょう。残念見えない。続いてアサバスカフォールっていうところにやってきました。アサバスカ滝ですね。遊歩道の周りをぐるっと回って、多分この先っぽまで行けるんで、これから歩いていきます。レッツゴー。今日は4月の上旬なんですけど、実はこうバンフの周りだともうクマが起きてる時期になっちゃいました。なのでこうやって森をちょっとでも歩くときはベアスプレー持ち歩いた方がいいんですけど、今日は車の中に忘れてます本当はダメですよ。凍ってる。あ、ここがもうバーってなんかそうこの奥から川が流れてきて、こんな感じで今ちょっと溶け始めてるんですけど、滝が凍ってます。すごいね。おーすごいじゃん。あ、結構迫力があるよ。こんな感じね。夏もすごいと思うけど、今もなんか凍った滝とか見れるし、反対側からも見れる。おーエメラルド色。すごいこれ全然今の時期で十分じゃん渓谷やね。ね。これも多分この川が削ってできた渓谷。すごいね。名前ついてるのかな、わかんないけど、かなり迫力ありです。いや、ここめちゃくちゃ今ちょっと濡れてるんで、こんな感じで手すりを、これ本当はあんま良くないですけど、今日はねしょうがない、こんな感じで進んでいきます。下びちゃびちゃです。頑張れ。先っぽまで着くとこんな感じ。でも全然すごいね。この左もすごいよ。大迫力。以上、アサバスカフォールズでした。さあ、ほとんどこの旅のラストスポットです。ここ
コロンビアアイスフィールドに来てます。日本語だとコロンビア大氷原っていう場所ですけど、この奥の方指さしてみて、ここにアサバスカ氷河っていう氷河があります。夏になるとこの上雪上車っていう特別な車で行くことができる場所です。ちなみにこの近くにスカイウォークっていうアトラクションも別にあるんですけど、これぶっちゃけ行かなくていいです。透明な橋が崖にかかってるんですけど、氷河までめちゃくちゃ遠いんですよ。なんか近くに見えるように書いてあるんですけど、同じお金と時間を使うんだったら、バンフとかジャスパーに行って美味しいステーキ食べた方がいいと思います。これがちょっと注意点です。ただこのコロンビアアイスフィールドの雪上車とかは結構楽しいんで、ぜひ行ってみてください。はい、それではジャスパー国立公園の出口にあたるところまでやってきました。今回は2泊3日のジャスパー観光の旅、最後まで見ていただいてありがとうございます。多分この動画めちゃくちゃ長くなったんじゃないですかね。これからもカナディアンロッキーの楽しい情報をどんどん発信していくので、できたらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではバイバイ。